Seaside Mountain Downtown Island イビザカフェ。皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。本日の神戸は12月31日大晦日です。ロサンゼルスで放送される時は少しタイムラグがありますので、2021年ハッピーニューイヤーですね。2020年は世界的に歴史に残る大変な一年でした。そして2020年からは時代が大きく動きます。2020年のこの年末には木星と土星が水亀座で出会う特別な転換期、グレートコンジャンクションを迎えました。これは約20年に一度起こるのですが、約200年ごとに出会う場所が変わります。これまでは牡牛座、乙女座、ヤギ座といった地の星座だったのが、2020年12月22日からは双子座、天秤座、水亀座といった風の星座に移ります。約200年前の産業革命で様々な技術革命が起こり、自動車や飛行機、スマホなどの登場で私たちの暮らしは豊かになりました。そうしたものやお金といった物質的な豊かさに重きを置く地の星座の時代が終わり、もう二度と後戻りすることはありません。これから始まる風の星座の時代は、情報やコミュニケーションなど目に見えないものにスポットライトが当たります。2020年にはこうした価値観や社会のルールのアップデートが始まる大転換期の幕開けなんです。この木星と土星の大接近、望遠鏡がないと見えないと思っている人も多いようですが、肉眼でも十分見えるそうです。そして今回は本当に大接近だそうで、肉眼ではほとんど重なって見えるのではないかという予想もあるそうです。ここまで近づくのは1623年以来約400年ぶりということで、天文ファンの間でも注目されています。ちなみに次回の大接近は2080年だそうです。これから本格化する風の時代は、あらゆる面で個人の自由、機械の公平さ、場所や形に縛られない効率性が価値のあるものとして重要視されていきます。すでに日常に溶け込んできたキャッシュレス化、ジェンダーニュートラルという価値観、働き方の変化はまさに風の時代の価値観そのもの。2020年は世界的にそういった流れに拍車がかかったように思います。これからも家族の在り方やアイデンティティの定義、人と人とをつなぐコミュニケーションの効率化のために今までにない変化が出てきます。そして風の時代の最初の1年は、地の時代の古い価値観への疑問や違和感を自分自身の中に見つけていくとき、それが新しい可能性を引き出すブレイクスルーになります。自分の中で当たり前と感じている感覚をまず疑ってみる姿勢が大切です。性別や年齢で人を決めつけないこと、そして自分の可能性を諦めない姿勢がますます大事になってきます。あなたの心が求めている本当の望みに耳を傾け、それを叶える方法を探ってみましょう。今までの常識では無理だったことも、風の時代では歓迎されるものとなるかもしれません。また活動拠点としての家にますますスポットが当たるように見えます。今や家は家族の団らん、運動と休養、仕事、仲間との交流、世界とつながる場所など、あらゆる活動のベースになりました。様々な役割が混在する家を便利で活動しやすく、かつ自慢できるようなお気に入りの拠点となるよう整えておくと、あなたの可能性を広げ、今後の活動にさらに勢いがつくはずです。時代の過渡期はやはりいろいろなことがどっと起きます。疲弊してしまうこともありますが、ダメージを受けながら新しい希望は生まれていくものです。
いろいろなことがありますが、新しい時代が始まる瞬間をこうして一緒に体験できるご縁に深く感謝しつつ、私たちの心が求める本当の願いを叶えるために力強く新しい時代への一歩を踏み出していきましょう。2021年が皆様にとって新しい希望を開く素晴らしい1年となりますように心から願っております。さて、先週はアメリカの高校生が学んでいるお金の教科書前編をお送りいたしました。私たち日本人はお金についての知識がなさすぎる。社会人になってからもなんとなく給料をもらって、なんとなく額面と手取りの差が税金なんだろうななんて思って、でもそれが普通だから手取りの金額ばかり気にして、貯金した方がいいと聞いたからちょっと積み立てなんかを始めたりして、結局お金がほとんど残っていない。そんなマネーリテラシーが低い日本人に対し、アメリカの高校生はしっかりお金の勉強をしているんです。社会に出たらどうやってキャリアを作っていくのか、独立や起業を考えるべきか、収入と支出をどう管理するかということを高校生のうちから学んでいます。日本人のように勤勉に働くだけでは格差が広がり、資本主義社会というゲームの敗者になってしまう。こんな社会で生き残っていくためには正しい金融知識というものが必要になってきます。先週お送りいたしましたのは第1章のすべき転職とすべきではない転職、そして第2章の金融詐欺の基本。今週は最終章第3章のお金を育てるについてご説明したいと思います。さて、貯金がある程度の額になったら今度はお金を育てることを考えていきましょう。つまりそれは投資です。投資をするともちろんリターンがあります。このリターンには2つの形があります。1つは投資したそのものの価値が上がること、そしてもう1つは投資したものが生み出す利息や配当。ただし投資のリターンがいくらになるのかは誰にもわからないんですね。例えば20世紀全体のアメリカ株式市場は平均して 10% のリターンがありました。今後の長期予測ではだいたい 7% が見込まれています。ただし見込まれているからといって絶対ではないということを押さえておかなければなりません。投資はそれぞれ個人がそれが本物か見極めるための努力が必要です。自分で調べずに人に言われたまま投資に手を出すのは絶対に避けていただきたいです。ましてや長期投資であればこれから10年20年一生付き合っていかなければならない、そういうものなんです。まず自分で知識を蓄えしっかり決断する、そこを大切にしていただきたいと思います。ではよくある投資の株と債券、この2つはどのように違うのでしょうか。この2つを簡単に説明すると、株を買った人は会社の所有者になります。その一方、債券を買った人は会社にお金を貸している人になります。債券を買った人は決まった利息を受け取り、株を買った人は配当があれば受け取り、なければ受け取りません。そして株主が受け取る配当の額はその時によって変わります。一方、債券は満期が決まっていて、満期が来たら元本が全額返済されます。株は会社が存在する限り永遠に持っていて構いません。会社が倒産したら債券を持っている人は株主より優先して資金回収ができます。その一方、株主が資金回収できるのは一番最後になります。また株の値段は債券の値段よりも値動きが大きくなります。このように株と債券の違いを見ると、債券が株よりも安全な投資だと考えられます。なんとなく債券が安全だから買うのではなく、どういうわけで債券は株より安全なのかを理解すべきですね。また株式を発行するのは企業だけになりますが、債券は企業だけではなく国や自治体も発行できます。国や自治体が債券を発行するときは税収だけではお金が足りないときですね。国が発行する国債を買うのは個人にとっては一番安全な投資と言われています。
しかし債券が安全であればあるほど利息は安くなります。もちろん他の投資と同じように債券にもリスクはあります。株よりも安全ではありますが、例えば債券を発行した会社が借金を返せなくなるというデフォルトだったり、債務不履行になるかもしれません。国や自治体が発行する債券はデフォルトのリスクは低くはなりますがゼロではありませんね。現にアメリカのデトロイト市が2013年の財政破綻で債券保有者に借金が返せなかったというのは記憶に新しいですよね。債券にはまた金利リスクと呼ばれるリスクもあります。債券の金利というのは債券が発行された時の金利で決まります。その後金利が上昇すると債券の価値は下落してしまいます。逆に発行後に金利が下落すると債券の価値は上昇します。債券を満期の前に売ろうと考えている人は金利の変動の影響を受けることになります。リターンが高いのはもちろん株なんですが、その分リスクもありますね。ですので株と債券を組み合わせることで自分に合った投資が行えるということなんです。自分が必要なリターン、許容できるリスクを考えていく必要がありますね。年300万円で生活していける人で1億円あるなら年利は 3% で生活できることになります。年1000万円欲しい人であれば少しリスクを取って年利 5% で運用しつつ年収500万円の仕事をする必要があるかもしれません。自分にかかるコストと運用で得られるリターンを計算することで初めて自分がしなくてはいけない仕事量がわかるんです。よりいい人生のためにやりたくない仕事を減らし、やりたい仕事、自由な時間を増やす。そのためには収入と支出の比を見直し、本当に自分が必要としている費用を考える必要があるんです。闇雲に働いて闇雲にお金を稼げばいいというものでもないんです。必要以上にお金を稼いでも何の意味もありません。一度自分にとって本当に必要なお金を考えてみましょう。それによって今している仕事を続けるべきなのか、それとももっとお金が必要だから転職すべきなのか、資格を取るべきなのか、それともお金は足りているのだから仕事量を減らしてもっと好きなことに時間を使うべきか、それが初めて見えてくるんです。ぜひ自分の人生を見つめ直す上で支出と収入、資産運用の利回りを計算してみてください。今回2週にわたってお届けしてまいりましたアメリカの高校生が学んでいるお金の教科書。教科書というだけあって本当に幅広いお金の知識を網羅している本です。ぜひお手に取って読んでみてください。 FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですのでお間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!